はい、どうもゆうです。今回はですね、エボしてきました10人ぐらいの選手ですね。こちらレビューしていきたいと思います。でですね、この10人自体がですね、自分が直近でやってきて、エボ終わってるやつもありますし、今出してビエラみたいに残ってるやつとかもいるんで、よければ最後まで見てもらえたらと思います。今後のエボの参考にしてもらえたらいいかなと思います。まずビエラですね。スキル音逆足5で192センチ、ペース88、シュート91、パス90、ドリブル89、守備90、体感92となっております。で、パス系が今回ついたっていうところがでかくて、鋭い敵高的確ということで、容赦なし、シールドっていう風になっております。正直今まで使ってたビエラに関してはもうほんと守備だけだなっていう、ビルドアップめちゃくちゃきついし、そのあたり含めて、しんどいなと思ってたんですけど、今回のやっぱり鋭いパス、白的角は持ってたんで、金的高ついたことによって、ビルドアップはめちゃくちゃ楽になりました。特に、2CM 系4411とか442系がすごいやりやすくなって、フリットと並べたら、守備もできて攻撃もできるっていうところで、本当に使用感めちゃくちゃ良くなったなと思っております。ビエラ自体今多分3、4種類ぐらい対象できると思うんですけど、個人的にはこれが一番おすすめかなと思っております。守備に関しては本当ビエラなのかわかんないですけど、十分すぎるぐらいちゃんとしてくれるんで、パス上げてあげた方が差別化はできるかなっていうところでお勧めしたいなと思います。はい、次ですね。こちらになっております。スキルを逆足5で、ユーミーさんがやってたんで、ちょっともう自分真似たんですけど、RM、キャム、RW、ST となっております。で、ス95のシュート89、パス90、ドリブル93、体感91ということで、で、フィネス、低弾道、パワーシ持ってて的確、テクニカル、迅速、俊速ですね。容赦なし、ファーサーチ、トリッカー、エアリアルとなっております。で、役割もですね、ウィングアップダップだ、インサイドフォワード、プレイメーカー、シャドウスと、ST アドバンスつけたかったんですけど、自分持ってなかったので、その関係で、なしになっております。使用感めちゃくちゃ良くてですね、謎の抜け感もあったりとか、フィジカルも高いし、ジャンプもあって、エアリアルも活かせるし、ヘディングも99あって、ドリブル数値も高くて、パスもできて、ペースも速いというところで、文句なしの使用感かなと思います。的確を持ってますし、おすすめかなって感じです。はい、次ですね、こちらになっております。スキルを逆足読んで RB エボですね、やったやつになるんですけど、正直微妙でした。やっぱりパス系ないのがちょっときつかったなっていうところと、スピードもそこまでかなっていうところで、俊足なかったりとか、あとやっぱり予測かな予測が欲しかったですね。思ってた以上にちょっと取り感悪くて、ちょっと残念感があったかな。別の選手やればよかったなっていうのが後悔しております。自分はこのちょっとパス系がなかったところとか含めて予測がなかったところとかが、あと俊足とかかな。やっぱりサイドバックは必要だなっていうのを感じました。はい。次ですね、スタムになっております。これはまだ完成じゃなくて、今来てるセンターバックエボをやるつもりではあるんですけど、ちょっとまだ期限あるんで、やっぱりパスドリブル上げたいってところで今待機してますと。で、俊足つけて、ちょっと1試合使ってみたんですけど、十分やれたんで、89で。スタム自体の使用感の良さっていうのが出てるのかなと思うんですけど、それに、予測、インセプがつくんで、これはめちゃくちゃ楽しみかなと思っております。はい。スタム持ってる方はもうスタム一択でいいぐらい使用感いいんでおすすめです。はい、次ですね。サードになります。これもやっぱ強いですね。スターリングエボとかでもう終わってますけど、やったんですけど、スタミナがちょっとまだ足りないんですけど、使用感的にはめちゃくちゃ良くて、本当に抜け感良かったり、スピード、一瞬の速さがめちゃくちゃあるという風になっております。こちらも、サール、今後多分まだ対象入ってくると思うんですけど、作った方がいいレベル感だなと思います。本当にボディタイプ含めて非常に優秀なんでおすすめです。はい、次ですね、イバモになります。これも、クバをもともと最初入れて完成させようと思ってたんですけど、思ったよりシュートパスが伸びなかったんで、今回やめましたと。レーターがある割にそんなだったんで、あとはまだ82なんで、まだ今後も含めて強くなる要素があったんでやめたってところあるんですけど、プレイスタイルも非常に優秀で、フィネス、的確、と低弾道、的高ですね。ブルーザートリッカー、エアリアル、迅速ということで、今来てるテクニカルエボもやろうかなとは思ってるんですけど、あとはこの辺鋭いパスとか、つけれたらもっと完璧かなと思っております。本当に使用感めちゃくちゃいい。この82の段階でいいんで、ちょっと大事に、レートがちょっと上がるときにでも使っていって強くしていきたいなと思っております。イバボもまだエボやってない方とかはそういうやり方できるんでお勧めしたいなと思います。はい、次ですね。N テカになります。これも低弾道と、
ファーストタッチやってたやつをもう捨てました。で、ライオンエボで、本当は完成できてたんですけど、あれが消えてしまったんで、今回、シルバーエボのフィネス的確テクニカルのやつですね。で、テキタカトリッカーテイランドということで、もうプレイスタイルはめちゃくちゃいいです。で、もともとこれ ST と CAM しかできなかったんですけど、LW で LM を追加して、左利きっていうのもあって、トリベラ打ちたかったんで、今回やったって感じになっております。これは今後期待も込みでやったんで、まだやってないって方は、こういう左利きとかですね、LW で LM を受けるんで、お勧めしたいなと思います。はい、次ですね、ハードになります。これは自分の配信来てくださった方とか知ってるかなと思うんですけど、めちゃくちゃ点取りますね。スキル5逆足越え 2m6 で、謎にスキルモーブがめちゃくちゃいいと。で、102試合183ゴールということで、まだこの数値でもめちゃくちゃいいですし、やっぱりちょっと止まってしまうと、ドリブル数値低さとかパス数値低いんで捉えてしまうんですけど、まだこの能力でこのゴール数なんで、まだまだ期待はできると。でテクニカルやっぱツイッターもでかかったりとか、あと、ギャビーの恵みはやったんですけど、この99エボの時に、テイランドとエアリアル、テイランドじゃないですね、シールドとエアリアルつけた分でかくて、本当に理不尽な、推進力があったりとか、あとはこのやっぱテイランドをつけとくのは重要かなと思います、ハドリーに。今後もハドリーまだまだ対象になると思うんで、ブロンズ回したりとか、自分変えたんでこれ、ちょっと今は買いにくくなってる可能性あるんですけど、5000とかで、ちょっと粘ってみて買うのをお勧めしたいなと思います。はい。次ですね、損になります。シュート99エボからの損ですね。これも普通に強かったんですけど、やっぱパワーシューじゃなくて低弾道だったらもっと強かったかなと思いました。普通にシュート打てば入るっていうところなんですけど、ちょっともう現時点では能力的にも、推進力的にもちょっと厳しくなってきて、スパサブとしてはいけるんですけど、スタメンだとちょっと取られてしまうというシーンが多かったんで、パスもやっぱないってところも込みで、そこのしんどさはやっぱ感じてるなと思います。はい。ただシュートの入り感めちゃくちゃいいんで、損とかはやっぱりこのフィジカル上げたりして、やや長とか、そういうのにできる方がいいのかなっていうのはやっぱり感じました。はい、次ですね。ザンブドッタになります。こちらは、LBA エボかな。でやったんですけど、可もなく不可もなくって感じです。やっぱりこのジョッキ予測ブルーザー欲しかったって感じですね。そこの辺でちょっと気になるシーンが多々あったんで、このキンスルパとかめちゃくちゃいいんですけど、俊足とか。それ以外のところですね、ここがやっぱりちょっと抜けてるとしんどいなっていうのを感じるシーンがあったんで、ここがやっぱりサイドバックとしては非常に重要になってくるのかなと思います。もちろん俊足あってパス、序盤に言ってたところはあるんですけど、ここですね、やっぱり重要かなと思いました。はい。ということで、エボ以上になります。他にもですね、今後も多分まだまだエボガンガンやっていきますし、エボの動画ちょっと多めになってしまってるんですけど、もし気になる選手がいたら、よければ、ご質問、コメント欄よろしくお願いします。ということで以上になります。ではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた紹介していきたいなと思っております。転売情報ですね。こんな感じですね。特殊選手であったりとか、誰々がいいですよっていう感じを、狙い価格であったりとか、やっぱり、絶対はないので、この下がるリスクありますよであったりとか、どれぐらいの期間保有リスクっていうのを、大とか中とかで表現しているって感じになっております。売却推奨とかも、金額書いてるって感じですね。はい。で、今のは高いと、ハイリスクの転売でして、次に、低リスクですね。こちらに関してはTOTW とか、他のこの辺とかですね。これに関しては27,000とかで、今11,000とかだったやつが27,000。これ確約の影響もありましたけど、こういった感じなのも出してるって感じになっております。この辺は長期保有逆に長かったりとかっていうことで、書いてたんですけど、確約今回来たんでめちゃくちゃ上がったって感じですね。はい。金転売とかは、ハイステージであったりとか、この辺ではありますね。最近あんまり金はないかなって感じですね。ロードもこんな感じになっております。はい。で、あとは、成功案件で、自分が成功した案件とか、最近はちょっとね、TOTW 多いですけど、アイコンもやってたりとかっていうところですね。はい。全部が全部載せてるわけではないので、あとは便利機能のこのフットビンのついての情報であったりとかも過去に出してたりとか、アップグレ選手の変動、TOTY の過去、ブラックフライデーの過去とか、で、この辺も全部載せております。2025TOTY であったりとかですね。この辺の情報も、蓄積していってるって感じですかね。はい。で、あとはですね、こんな感じで、質問であったりとか、アンケートであったりとか、ゲーム設定、リーク情報であったりとか、情報共有
あとバグメンテナンス、メンバー雑談とか質問とかをこちらで書いてもらってるって感じになっております。あとは、プレイ相談っていうのも別でやってまして、これに関しては、ちょっと条件が異なったりするんですけど、あとはこちらも別でちょっとやってたりするんですけど、プレイ相談であったりとか、あとは、スカット相談、エボリューションおすすめであったりとか、おすすめ選手であったりとかですね。この辺は自分がやろうと思っている選手をピックアップしてるっていう感じにはなります。動画で紹介しているものもあれば、動画紹介しきれなくて、そこではまだ入ってなかった選手とかもここに入っている時はあるって感じになります。はい。でですね、こういう感じなのを今、ずっとやってまして、興味ある方はですね、概要欄に詳細書いております。YouTube であったりとか、Twitch であったりとか、メンバーシップサブスクっていうところの特典にしてますので、よければ興味ある方はぜひ入っていただいて、1ヶ月お試しでもいいですし、特に Amazon プライム入ってる方とかだったら、無料で入れますので、よければ見ていただければと思います。はい、ってことで、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。